前回日本ではあまり石油が取れないって話をしたの覚えてるかな。アメリカは庭を掘ったら出てきたけど、日本は違うって話だったよな。アメリカでだってどこ掘っても出てくるって話じゃないからね。そうなの。石油って取れる場所が限定されてるんだよね。その中から日本が石油を輸入している国はここ。サウジアラビアやアラブ首長国連邦。結構遠いね。腐ったりはしないんだろうけどさ、こんな長い距離どうやって運ぶんだろう。液体だからペットボトルで運んだら燃えちゃいそうじゃない？燃えない入れ物だよ。アルミ缶とかさ、鉄とかさ。輸入を開始した頃は木でできた樽だったよ。この樽の入れ物、もともとワインやウイスキーを保管するために作られたもので、樽は英語でバレル。樽一つ分の量を1バレルと数えます。でも昔の樽って国や用途で大きさが違ってたから、1バレルって言っても容量はまちまちだった。それぞれ違うっていうんじゃ取引には使えないから、1866年にシンダルをもとに1バレル 158.987 リットルに統一しました。リットルに直すとちょっと中途半端な数字ね。これが今でも石油の単位に使われています。たとえ端数でも騙してバレると大変だからね。正直が一番。そのバレル関係ないバレルだから。ハリーくんツッコミでイバレル。木だるは燃えること以外にも暑さ寒さに弱いから石油の他には向かないっていう問題があった。そこで登場したのが鉄製のドラム缶。1903年アメリカの女性ジャーナリストネリー・ブライによって考案されたのが始まりです。現在のドラム缶とほぼ同じ形状、同じ容量200リットルです。その後、太平洋戦争が終わって石油の供給が需要に追いつかなくなって、もっとたくさん一気に運びたいってところに登場したのがタンカー。なんと船丸ごとが石油の入れ物です。この中丸ごと全部。現在運航しているタンカーの大きさがこちら。全長330メートル、幅60メートル、長さは東京タワーくらい。幅はみんなの50メートル走のコースが余裕で作れる長さ。容量は200万バレル。リットルに直すと約 3.2 億リットル。お風呂に直すと約160万世帯分。重さで言えば30万トン。ゴジラ3頭分よりも重くて大きいよ。もう想像できないぐらい大きい。ゴジラ換算って初めて聞いたよ。大きい乗り物ってワクワクするよね。かっこいいな。ずーっと見てたい。船はとても広いから、その上で野球やバスケットボールもできちゃう。楽しそう。こんなに大きい船さ、きっとすっごい人数で動かしてるんだろうね。人間はね、タンカーには全然乗ってないよ。だいたい20人から40人ぐらい。じゃあ俺のクラス全員ぐらいの人数で動かしてるってこと？こんな大きい船を？あれ？船って24時間動かすんだよね。ずっと働くのどんだけブラック企業なの？大丈夫。ちゃんと8時間ごとで交代して休んでるから、お休みの日もあるよ。ってことは割る3して10人前後でこの大きい船動かすの？すごい。ってあれ？そういえばタンカーの色ってなんで下半分がみんな赤いの？何か決まりでもあるの？船はね、ずっと海水に浸かってるでしょ。放っておくと貝がついちゃう。フジツボって言うんだけどね。船を食べるの？食べはしないよ。でも余計なものがくっついてるとスピードが落ちるし、エネルギーの燃費も悪くなるんだ。だからフジツボがくっつかないようにするために予防の目的にペンキを塗ってるの。鉄が錆びると赤くなるって見たことあるかな？古い階段とかボロボロになってるやつ？そう、それ。赤サビって鉄に発生すると強度が落ちるんだけど、銅に発生する赤銅は保護膜の役割をするんだ。この銅の赤サビ、つまり亜酸化銅からできた塗料が船に塗られてるっていうわけ。追加費用を出せば他の色にもできるって話だけど、年に1回塗り直すことを考えると安い方を選ぶよね。年間のペンキ代だけで200万近くかかるっていうから。あの赤ってかっこいいけど維持するのにもお金がかかるんだね。さて問題です。日本の1年間の原油の輸入量はタンカー何隻分でしょう？こんな大きい船にたくさん詰めるんだったら1週間に1回来れば十分間に合うんじゃないかな。ということは50隻分ぐらい？さすがにもっとあるでしょ。毎日だと多すぎるから2日に1回とか200隻弱だね。
残念。日本の2022年の原油輸入量は約1570億リットル。タンカーに換算すると約490隻です。つまり1日だいたい 1.5 隻ぐらいが日本に原油を運んできてます。毎日っていうかそれよりも多い。ここで世界地図を見てみよう。主要な輸入先であるサウジアラビアとアラブ首長国連邦の場所はここ。原油をタンカーに積み込むのにホースをつないでなんと30時間。量の確認をしたらすぐに出港。滞在は1泊2日。この後24時間ノンストップで日本に向かい、まず通るのがホルムズ海峡。一番狭いところで 33km。本州と佐渡島の間ぐらいの幅しかないのに、1日に14隻ものタンカーがここを通過します。そしてインド洋を経て、さてこの後どういうルートで日本に来るでしょう。ちなみにこのタンカーちゃんは結構大飯ぐらいで、1日あたり約10万リットルのご飯、重油を燃料にします。大きいと食欲もすごいね。1日約880万円のご飯代。ちょっとも遠回りはできないよ。じゃあここかな。あれでもここって小さい島がいっぱいある。そこは避けづらそう。うまいこと避けながら進めばいけるかな。どうにかそこ通りたいよね。オーストラリアをぐるっと回るのはさすがに遠回りだしさ。2人が選んだルートはプラス3000万円ルートです。高い。正解はここ。マレーシアとインドネシアの間にあるマラッカ・シンガポール海峡を通ります。細っ。タンカーちゃんってギリッギリを攻めてくね。一番狭いところはなんと 1.3km しかないよ。明石海峡の半分ぐらい。しかもさらに浅瀬もあるから通れるところが決まってる。海底には難破船が沈んでて、それも避けていかなきゃいけない。そっか、船だからずっとプカプカ浮いてないといけないんだね。浅いところは通れないんだ。そう、浅瀬に乗り上げてしまうことを座礁っていうよ。しかもこの難所、石油タンカーだけじゃなく物流を支えるさまざまな船がなんと1日200隻以上通過する場所なんだ。世界中の船の位置をリアルタイムで把握できるウェブサイト、マリントラフィックを見てみよう。マラッカ・シンガポール海峡はここね。なにこれ、船がびっしり。2度びっくりだよ。さすが1日200隻。ハリー君、実はこれはね、タンカーだけの表示。荷物や人を運ぶ船を追加表示すると、もう船だらけだよ。実際のマラッカ海峡の様子はこんな感じ。いっぱいいるね。大きいはずなのにたくさんいると感覚がバグりそう。でもさ、これだけたくさんいてよく事故が起こらないな。事故が起こらないように船も車と一緒でどっち側を通るとか、そういう細かいルールが決まってるんだ。みんな気をつけて船を動かしてるの。万が一ここで船の事故が起こって通行止めになろうものなら、世界中の経済が大混乱してしまうから。しかもホルムズ海峡やマラッカ海峡には海賊も出る。2019年には日本のタンカーが攻撃されたこともあった。安全に石油を輸入するのはとっても大変なことなんだ。余談だけど、このマラッカ海峡を通過できる船の大きさが水深によって決まっててね。ほら、さっきハリー君が気づいたみたいに、船ってずーっと水に浮かんでないといけないから。で、水深で決められたその船の最大サイズのことを通れる場所ごとにそれぞれマラッカマックス、スエズ運河スエズマックス、パナマ運河パナマックスっていうよ。戦隊ものみたい。なんかかっこよさにどんどん磨きがかかってるな。呼び捨てできないよ。もはやタンカーさんって呼ぼ。で、話を元に戻して、このルートを通って20日で日本に到着します。こんなに大きな船は岸壁につけることができないので、沖合にあるシーバースっていうところでタンカーとパイプをつないで原油を抜き取ります。原油を抜き取った後はまたすぐに日本を出発して中東に向かう。休まないの？6ヶ月から8ヶ月連続で働いた後、3、4ヶ月連続でお休みするようなスケジュールなんだ。8時間勤務の交代制で、当番になったら深夜に働く必要がある。24時間休みなく船を運航させて石油を運んでるの。そういう人たちが一生懸命働いているから、日本に石油がちゃんと入ってくるんだよ。原油の運び方は分かったけど、この後ってどうなるの？
原油は製油所というところで蒸留されて使える石油製品になっていきます。日本の製油所が2024年時点で19カ所。タンカーから渡された原油はそのままタンクで保管されて、順番に精製が行われて製品ごとに分かれていきます。多くの製油所には石油化学コンビナートが一緒にくっついています。コンビナートって何？コンビナートっていうのはもともとロシア語で結合っていう意味。例えばスーパーで食材を買ってきてさ、冷蔵庫とシンクと調理台とガスコンロが家中の別々の場所にそれぞれ散らばってたら料理を作るときに非効率だよね。キッチン1箇所にまとめたい。石油も同じです。1箇所にまとめて建てたの？そうよ。前回の動画で原油を精製したらナフサってものができる、そういう話をしたのを覚えてる？ナフサはプラスチックやゴム、洗剤の材料になるって話をしたけど、ナフサは様々な物質の混合物でね、ナフサをさらに蒸留することで様々な製品の原料にさらに分離させていくことができるの。エチレンとかプロピレンとかね。その作業を行う工場をナフサ分解工場って呼ぶんだけど、分離後の物質を受け取ってそこからプラスチックやゴム、繊維や洗剤の原料を作っていきます。こういった製品はその後自動車や服、医薬品、建設用の資材、はたまたビニール袋の原料になっていく。どれも現代の生活にはなくてはならないものだよね。つまり原油を輸入して加工するっていうことは日本経済を支える重要な鍵っていうこと。へえ、知らなかったよ。石油の輸入って車の燃料とかそういうののことばっかりだと思ってたけど、いろんなことに関わってるんだね。そうね、知れば知るほど身近だってわかるわよね。さらに面白いのはね、この工程一つ一つそれぞれ役割ごとに全く別々の会社なんだ。キッチンの中にたくさんの違う会社があるってこと？せっかく全部つなげてるんだから同じ会社にまとめちゃえばいいのに。そうはいかない。原油を蒸留すること、ナフサからエチレンを作ること、エチレンをプラスチックにすること、それぞれ全く違う高度な技術を必要とするの。だから得意な会社がそれぞれ担当するんだ。製油所からパイプラインでナフサ分解工場につないで効率的に石油製品を作りましょう。ここからまたパイプでつないでプラスチックや合成繊維原料などを作る工場に渡しましょう。これら全部を同じエリアに固めて建てた工業地帯、これが石油化学コンビナートです。同じ場所にあるのに別の会社か。揉めたら大変だね。話し合いのスキルが高そう。僕のクラスの喧嘩も仲裁してほしい。最近学級会が終わんないんだよ。長いんだよ。こういった石油化学コンビナートは日本全国9カ所に15拠点存在します。どこも日本の重要な工業地域にあるよ。例えば千葉は京葉工業地域、三重県四日市市は中京工業地帯、岡山県や広島県、山口県の瀬戸内工業地域など太平洋ベルト地帯だね。マラッカ海峡から行きやすいから？もちろん。そういう運ぶのに都合がいいっていうのも理由の一つ。他には鉄道や高速道路が近いとか、広い平らな土地であるとか、働く人が集まりやすいっていうのも大切ね。そうか、日本は平野が少ないんだもんね。ここでよく比較される製鉄所の分布地図と比べてみよう。どこが違うかな？そっくりだよ。ご飯屋さんのメニュー表レベル。店名はダメだからね。ここだ。北海道。正解。一つは室蘭です。ここはもともと砂鉄や鉄鉱石が取れた場所で、明治時代は北海道で取れた石炭の積み出し港としても栄えていたから、その名残ね。もう一箇所は北九州、八幡製鉄所ね。ここは世界遺産になってるよ。ポツンと離れてて分かりやすいから、とりあえず室蘭があったら石油化学コンビナートの分布地図じゃなくて製鉄所の分布地図ってことだね。世界遺産は覚えなきゃだから、僕は両方とも覚えるよ。じゃあ僕もそうする。いいね。どんどん知識を増やしていこう。と、ここで試験に出ない話に戻ろっか。空の上から千葉の石油化学コンビナートを見てみると、ここからここまでは全部石油の製油所と石油化学コンビナート。
例えばコスモ石油の製油所の隣にはマルゼン石油化学というナフサ分解工場、さらにその近くには電化っていう会社があって、ここはエチレンやアセチレンっていった原料を受け取って別の製品に加工していくんだ。そういった工場がこの海沿いにいっぱいある。ここに国道16号線が走っているけど、この道を車で走っているとずっと工場が続いてるし、大型トラックがいっぱい走っているよ。すごい大工業地帯なんだね。一方でね、こういったコンビナートや製油所は減少しつつもあります。例えば2023年には和歌山県エネオス製油所は石油精製工場を止めてしまったし、石油化学コンビナートの一部は縮小傾向にあるんだ。日本の経済にとって大事なものなんじゃなかったの？理由の一つとして中国をはじめとする外国の存在があるんだ。化学製品の原料として最も重要なエチレンの生産量が中国で急速に拡大してて、中国の生産量は2023年には5年前の2倍。世界中で需要が増えているものの、それ以上に生産量も増えていて価格競争になっているの。牛肉の時と同じで価格で負けちゃうんだね。そう、もともと日本は国内で必要とされる量以上にエチレンを作っていて、残りは輸出してたんだけど、外国で生産量が増大するとともに競争が激化しちゃってね。日本も同じエリアで似た製品を作っている会社を一つにまとめたりして効率化を図ってるんだけど、それでも苦戦しているのが現状です。石油化学コンビナートこんなかっこいいからそのまま残しててほしいな。縮小しているとはいえ、石油を安定供給することは現在も日本にとって非常に重要なことです。まず外国から石油が入ってこなくなった場合どうなるか。そんなことがあるの？原油を通るルートを思い出してほしいんだけど、ホルムズ海峡やマラッカ海峡といった細い場所を通るじゃない？そこでもし船の事故が起こってしまったら、しばらくタンカーが日本にやってこれないような状況になる。それだけじゃなくて海賊が出る地域でもあるし、中東は最近のイスラエルの紛争もそうだけど、平和な安定した地域とはあまり言えない場所もある。日本は石油輸送のルートとして使うことは少ないけど、反対側の公海側だとイエメンって国の反政府組織が民間の船を襲う事件がたびたび起こってるの。日本に向かう船が通るルートの近くで戦争がもし起こったら、石油の供給がストップしてしまう可能性だって十分あり得るよ。そんなの困る。平和が一番だよ。もちろんそうね、それが一番ではあるけど、日本では万が一に備えて石油が不足してしまうことがないように備蓄することが法律で決まっているの。国と民間でそれぞれ管理してて、2024年9月現在では252日分約 4.7 億バレルの石油が保管されている。石油備蓄基地は日本各地に分けてあるんだ。起こらないのが一番だけど、万が一の準備はしてるんだね。準備の重要性が改めて理解されるきっかけになったのが2011年の東日本大震災です。大きい津波でたくさんの人が亡くなった地震だよね。生まれる前の話だけど、学校でも家でも結構聞く。さっきの製油所のマップを見てほしいんだけど、 JX 日光日赤エネルギーの宮城県仙台製油所と茨城県鹿島市鹿島製油所が津波で被災してしまって、千葉県のコスモ石油千葉製油所も火災が起きるなんて、東北関東にあった6つの製油所が動かせなくなったんだ。これによって震災直後の日本の石油生成能力は震災前の7割まで落ち込みます。この時に政府は石油備蓄の放出を決定しました。この後徐々に運転を再開したおかげで日本全体で石油不足になることはありませんでした。備えあれば憂いなしだね。よかった。でも一方でね、津波が直撃した太平洋側の製油所は多くの施設が壊れてしまって再開までに最大1年かかったんだ。しかも東北地方を中心としたガソリンスタンドや石油を運ぶタンクローリーが被災してしまったこと、道路など交通網が寸断されてしまったことで被災地に暮らす人に大きな影響があった。日本は地震が多いし、台風が来るから水害も多い。もともと災害の多い国なの。今後はね、南海トラフ巨大地震が起こった場合、日本の原油処理能力が最悪 16.8% まで減少するっていう可能性も指摘されていて、大きな
課題になってるんだ。いつ来てもおかしくないからちゃんと準備しておかなきゃね。2024年には飛行機のジェット燃料が不足して飛行機が欠航するってことがあったよ。コロナウイルスのパンデミックの影響で石油の需要が急激に減少したことによって一時的に原油の輸入量が減ったんだけど、パンデミックが一段落してからは海外からの旅行客が急増して飛行機をたくさん飛ばすことになって、今度は逆に燃料が足りなくなっちゃったの。需要を見極めて原油から様々な燃料を生産するのも石油会社の大事なお仕事なんだ。石油ってあんまり意識していなかったけど、こんなに重要な生活の基盤だったんだね。働く場所はかっこいいし、大きな船に乗れて重要任務を任されるなんて、将来の夢はタンカーの航海士にしようかな。あとはタンカーでもちゃんと美味しいものが食べられるかどうかだけが問題だ。船の上のお仕事は大変だからご飯は美味しいらしいよ。引き締まった体をしていても8ヶ月お仕事をして船を降りる頃にはお腹周りにお肉がついちゃうとか、そうじゃないとか。美味しいご飯までついてくるなら決定だね。なんかご飯の話してたらお腹空いてきちゃった。じゃあ今からマラッカ海峡に行くの？行く時間はないから東南アジアの料理だけでも体験しようか。千葉県のパプリカホテルです。ではマレーシアやインドネシアの料理を食べられるよ。マレーシアやインドネシアは多民族国家で様々な文化を持つ人が暮らしています。食文化も多種多様。うわー、美味しそう。いただきます。